やあ、防犯だ。1.4.0 大型アップでの内容をざっくりまとめた。細かい内容は後日まとめるぞ。では早速見ていこう。まず新マップ。ホームタウンのポータルから火山国山に行くことができる。パッと見ただけでも10体以上新モンスターが追加されているようだ。マップ広すぎるなこれ。道覚えるのが大変。右下の方に青い門があり、そこから洞窟内に入ることができる。特に条件はなさそう。新モンスターともキャラがいたりして、隠し通路から経験値の巻物が入った宝箱を開けられる。上に進むとさらに青い門があり、ペットの戦技の合計数が一定以上で入れるようになる。100では無理で、115では入れた報告がある。きついかも。さらに上に行くと集落につながり、懐かしい顔があるだろう。リエンド時代でおなじみのやつだな。そして上に続き、左上にここのエリアのボスがいる。今まではプラチナ級が最高ランクだったが、今回のアップデでミスリル級が最高となった。雑魚敵が8900レベルとかなので普通にやられる。中央に17000レベルのボスがいるぞ。魔法込みで ATK10 万以上ないと多分厳しい。これでミスリル級となった。これで帰還すると再びこのエリアへ。ザコーンが両脇にいるやつだな。まああのボスが倒せる戦力が前提なので、今はこのザコーンは余裕だろう。あと両方に不死鳥エキスが入った宝箱がある。ちなみにまた来れるのでアイテムが満タンなら後でもいいぞ。中央のキャラに話しかけイベントを進む。我が力の一部を授けると言われ、コスモキューブというものを受け取った。超親戚。いや、コスモキューブだ。ペンゲーリンネの回数 ×1 万ステフリポイントが増えるというものだ。今7回だから7万増えている。結構でかいぞこれ。タウンに戻り酒場の上の穴から再びザコーンのいるエリアに入れるぞ。ザコーン倒し放題だ。で、青い門を通らずに下エリアに行くとアイスリッチ山に行くことができる。右の方に行くとここにもボスがおり、アビスマーダー組んだ。今回リエンド時代の敵の追加が多いな。あと砂漠みたいにアリーナコインの宝箱がランダムで置いてある。アビスマーダーの右上にアクセ宝箱。魔力アップのアクセだ。いいね。集落に入って右に進む。解析所の解析所を交換できる NPC がいて、琥珀はこの新雪山エリアのレア敵が落とす。この人手みたいなやつ。で真ん中の NPC。1万回装備強化すると、すごいお手手。手装備がもらえるらしい。性能はステータス上昇はゼロの謎武器だった。でアクセ宝箱は攻撃上昇。新魔力アクセと同じ割合数値。いいね。解析所の解析所は解析所の効果を上げるというもので、魔法のダメージが上がるってことだな。どれくらい恩恵あるのかよくわからん。ちなみにこいつが181で捕獲率足す 180% だから育成しておくと良いぞ。強いことを除けば支配の鳥より捕獲率高いし絆も上げやすいからおすすめ。でドロップ率がめちゃくちゃ渋いが、アリーナモンスターのレベル上限が上がるというアイテムを落とす模様。1個につき多分1レベル。忘れてたがミスリル級になったことで武器と防具が追加されたぞ。ああ高い高い。今回変えてないギア7は同時攻撃らしい。MOV 足す3もなかなか熱い。防具はこんな感じ。各部位違う素材が求められて、強化が結構面倒くさい。レア敵の素材かボス素材なので強化にはだいぶ時間かかりそう。強化したらかなり強そう。紹介し忘れてたがアイスリッチ山にの右下に穴があり入れて、LUK50 万以上で条件を満たすとされてる。運が良ければ、というのはリアルラックではなくステータスのラックのようだ。LUK が足りないとファントム山頂につながる。LUK を盛らずにずっとやっていたがずっと山頂に生かされたので、やはり LUK を盛るのは必須だろうか。ちなみにその先にはボックスとクジラがおり、酒場の NPC の交換素材で使うものをクジラが落とす。まあここら辺は後日詳しく話す。そして無限回廊の階層追加。無限島にある深淵回廊だけど略されて無限回廊って呼ばれてるな。では16階層へ。16階層は捧げし物。1体のみだ。17階層はイグニスシスター。とツボ。硬いね。18階層はオルドクラウセス。と3万3000レベのボックス。勝って。ステータスモリモリにしてきた。19階層は黒のゼリウス。3万9999レベルかな。後出口付近に鉄輪な花。どういう意味やねん。ここでは卵がもらえた。そして20階層だが、このように右下に隠し通路があり、捕獲アクセを手に入れられる。優先して取っておきたいな。キングには鳥が1体いて、右上か左上から隠し通路で上に進める。4万9000レベルのイゾと、8万8888レベルの新ボスがいる。この9体の新ボスだが、ATK100 万くらい必要らしいのでほとんどの人が無理だ。攻撃系ペット育成しないとダメだな。あとはアイテムショップに王家の子行って、一時的にアイテムにすることでやられた時減るお金の量を減らすやつだ。アイテムから使用することでお金に戻せる。あと素材売却 NPC の左側に1億ゴールドで解放できる NPC がいて、高価素材を預けられるようになるぞ。何かメリットはあるのだろうか。とりあえずざっくり内容をまとめた。で最後に紹介忘れてた庭園の NPC。マーヌーとカイムニシアのスキルが違うバージョンだな。あとこんなものがアリーナショップに売られていた。3分ボスのリポップが10行に、
内容が多いから速報だけで5分超えてしまった。今回紹介しきれてない部分は後日まとめを出すのでそっちも見てくれ。ということで速報以上。